Hi guys, this is a Japanese Let's Play video of Pentiment. はい、ペンティメント、続きをやっていきましょう。前回ですかね、ローレンツさんに、大修道院長の食卓に招待されましたっていうことで、今映ってる画面の右側ですね。9時か13時間のところ。招待されたというか、無理やり参加させられたっていうのが正しい言い回しなんでしょうけど。まあ、行かないわけにもいかないという状況になってしまったので、ちょっと洗い場で体をきれいにして、食堂に行こうかなっていうところですね。せっかくドラッグアーケード夕食をしましょうっていう約束が入ってたのに、キャンセルになっちゃいましたね。なんかコメント書いてますね。クラウスは迷惑があるはずだとか書いてる。まあ、でもそのおかげで、アンドレア氏のおかげで、どうにか税金分のお金、前金でもらえそうな感じになったんで、文句は言わせないよ。はい、じゃあやっていきましょう。シャディッサもみんないなくなっちゃったね。じゃあ、マップを見ようかな。星印、中央の洗い場、中庭の洗い場に行けばいいのかな。そこで手洗おうってことですね。で、そのまんますぐ目の前にある食堂に行こうっていうことですね。こうしてみるとちゃんと、厨房と食堂が繋がってたり、食堂と洗い場が向かい合わせになってたりで、ちゃんと考えられた作りになってるんですね。こうしてみると。うん。はい。移動。了解。ここは食堂ですね。これが洗い場。ここでいいのかなあ。おや、ピエロ主導士。アンドレアス、夕食に参加してくれるとはとても嬉しいぞ。状況は普通ではないがな。あ、ピエロさんも夕食には参加するんですね。お前と話すことができないし、修道士の誰も話すことはないだろう。だが、お前を迎えることは喜ばしいことだ。話すことができないの？そうなんだ。無駄口、叩いちゃいけませんとか、そういうことなのかな。それは残念です。いつもなら楽しく話しているので。さて、大修道院長のテーブルに着くお前には、この規則は当てはまらないのだ。好きなだけ話すがいい。ただし、あまりおすすめできないが、大修道院長が平らなおしゃべりを心よく思うことはない。なるほど。バカな真似をしないよう気をつけます。彼らの立場は私よりもはるかに上ですから。ピエロ修道士、私の代わりをお願いしたいのです。あなたこそその栄誉に値しますから。これはさすがにちょっと無理じゃない？大修道院長や貴族との晩餐会、これには慣れることができました。お？ちょっと、俗世間に揉まれてきました感が似てる。まあ、これが無難ではあるけど一番下にしよう。これ。とにかく、小修道院長があなたをどのように扱ったのかについて、残念に思っています。公平な扱いではありません。屈辱的です。ピエロ修道士は、ロレンツさんから頼まれてた写本を担当してたんだよね。で、だいぶ遅れていると。なんか小修道院長曰く、数ヶ月前に終わってるはずだったんじゃないのとか言ってたけど。逆に聞きたいね。小修道院長、数ヶ月遅れに、今まで気づいていなかったんですかって。何やってたんですかあなたは。監督してるはずなのに。って言ってやりたい。まあいいや。いやいいんだ。我が息子よ。私のことや教授を心配する必要はない。それに私たちは皆、この地に住む限り、謙虚さを味わう必要があるのだ。いや、アンドレアス。お前こそ私の誇りだ。お前に多くを教えたとは言えないが、
お前とお前の作品を知ることができたことを誇りに思っている。ジアサウ修道院にいる私たちから去っていくときは、友人のロレンツ、ロート・ボーゲル男爵にお前のキャリアを支援してもらうのがいいだろう。ティエロさんはいい人だな。そんなことはありません。フェレンツはあなたをノロマと言っていますが間違っています。あなたの方法に何の問題もありませんよ。貴族が言っているからといって古いわけではありません。これを言いたいな。ピエロさん、古いわけじゃないよ。そんなことを悩むでない。私たち全員に同じ時間が流れ、物事は変化し、未来が現在を娯楽するのだ。自分自身と神に嘘をつかない限り、それを恐れる必要などない。なんかピエロさん、達観してますね。では、修道士たちに加わるために、食堂に急がねばならない。中で会おう。一緒に行けばいい。でもアンドレアス手を洗うのか。洗ってる。もにょもにょ洗ってる。よし。食堂に行こう。中庭には何もないけど。嵐が近づいてるから雨が降っているよね。じゃあそのまま食堂に、寄り道せずに行こうかな。これどうなんだろう。目的地は食堂だけど、この隙間時間に、いろんなところを見た方がいいのかな。まあいいや。ささっと食堂に行こう。この、大きい肘がないところ。これが食堂か。ロレンツさんがいるね。アンドレアス、来てくれたか。これは、偉い人の席かな。一段高くなってますね。アンドレアス来てくれたか。お招きいただきありがとうございます。なんだ、アンドレアスの席は端っこだけどロレンツさんの隣なのかな。ゲルノット神父、トマス神父、フェレンチ小修道院長。これが、偉い三人の神父様かな。マチューさんがなんか言ってるよ。シモン・ペテロは答えた。あなたはメシア、生ける神の子です。おお、マタイの福音書か。素晴らしい。てか、マチューさんはそこで何やってんの？ご飯を食べるんじゃなくて、食事の時間、進行とかしないといけないの。何なんだろう。イエスは答えた。ヨナの子、シモンよ。あなたは幸いである。このことを生身の認定によってではなく、天の父によって知ったのだから。あなたはペテロである。私はこの岩の上に私の教会を建てよう。予備の門にも打ち負かされない教会を。なんかこれちょっと知ってる気がするな。なんかこのペテロの岩っていうところ、そこの上に教会建ってるっていう話は、なんかで読んだことがあるな。アンドレアス、マタイの福音書を読んだことはあるか？ある程度は、正直それといったものはないかと。うなずく。首を横に振る。なんでこう、言葉を発しない選択肢が2つもあるんだ。ある程度は知ってますって言ってみようかな。読んだことないけど。おほん。ゲルヨットさんがなんか言ってる。喋るなと言ってるのかな。あなたに天の国の鍵を授けよう。あなたが地上で繋ぐことは天でも繋がれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう。そして主は主の弟子たちに、主がメシアであることは誰にも言わないよう命じられた。地上で繋ぐことは天でも繋がれる、か。それで思い出したんだが、ゲルノット神父、マルティン・ルターの本を読んだことは？それは、ルターの教会に関する思想は素晴らしい、見事だと思うよ。ゲルノットさん。知らないから、話をすり替えたね。食事をお気に召されましたか？前回はうずらを召し上がったと記憶しております。
うずら？おお神よ、大修道院長。うずらもいいが、ルターの思想は議論に値すると思わないか？うん。残念ながらロレンツさんはそういう話をしたいんだろうけど。大修道院長は知らないんだね。ルターは教会の未来について語り、我々がこれまでに見たこともないような方法で物事を揺るがしている。トーマス神父ならルターの思想の価値がわかるだろう？失礼かもしれませんが、わかりません。ああ、でも率直で、正直に答えてるな。マチュー修道士だが、ちょうどいい、マダイと名前が似ている。そう。教会での免罪符販売に対するルターの攻撃についてどう思う？マチューさんも答えられないか。男爵、この話に他の修道士を巻き込まないでください。わかったわかった。アンドレアスはどうだ？お？マルティン・ルターと同じ大学に通っていたものなら、ルターの思想について何か意見があるはずだ。おー、来たね。いいですね、どこから話しましょうか。話に乗るか。何も言わない。ちょっとこれを、見てみますか。難しい立場に追い込まれたな。まあ、ロレンツさんの機嫌を損ねるわけにはいかないし、かといって、教会の偉い人たちの機嫌を損ねるわけにもいかないし、難しいけど。お？討論に加わるか。そうすれば全員が真実の理解に近づけるかもしれない。黙っておこう。他にどうすればいいかわからない。大修道院長なんかどうでもいい。ちょっとした批判にすら耐えられないなら、大修道院長に豪華な食卓に座る資格はない。まあ、免罪符とかの批判的な話をここでしちゃうと、大修道院長的な立場的にまずいのかもしれないけど。かといってここまで言うつもりもないけどね。黙っている理由もあんまりないんだけど。ブレンツさん、ちょっと、この後、今後の私について支援してくださいっていう感じで、媚びを売る。ちょっとそれも嫌だけど。まあでも討論には加わりましょうか。大修道院長が敵をする姿を見てみんなもわかるはずだ。じゃあ、いいですね。どこから話しましょうか。おう、討論会だ。素晴らしい。95箇条の論題から始めるか。もう十分だ。アラペルネットさん。怒ってるよ。アンドレアス、身をわきまえよ。ロスポーゲル卿。あなたは着人であり高く評価されている。だが私の忍耐力はもはやここまでだ。ルターの著作について、アンドレアスやトマスやマチュー、あるいは他の修道士と議論することはやめていただきたい。よろしいかな？ロレンツさんも、おとなしく引き下がりましたね。まあいいだろう、神父。ここはあなたの大修道院だ。ただ些細なことで怒りすぎだし、あまりにも変化を恐れすぎだ。ルターによってであれ、誰によってであれ、教会には改革が訪れる。その事実を受け入れるべきだ。何をおっしゃるか。なんだ、下痢をしてるのかな。字幕がちょっと、文字が乱れて表示されてる。相手が男爵だろうが、マルティン・ルターだろうが、単なる気まぐれで聖なる教会にチラシはさせないぞ。これは侮辱どころの話ではない。神への冒涜だ。言語道断だ。そんなに起こるような話なのかな？あんまり感覚がわからないですね。早期の沙汰ではないぞ。わかった。さすがにロレンツさんも、ここまで怒られちゃうと、引き下がるかな。少し言い過ぎてしまったようだな。みんなの夕食を台無しにしてしまったようだ。申し訳ない。引き下がった。不愉快なことになってしまったが、銀行料の支払いと、ヒストリや他市への寄贈はきちんと行うつもりだ。君たちが未来に起こることを受け入れられないのであれば、
過去と折り合いをつけるべき時なのかもしれない。まあ、そろそろおいとましなければな。神父、修道士、アンドレアス、良い夜を。いやー、気まずくなっちゃった。ロレンツさんも、出て行った。うわー、ゲルノットさんがまた、なんか言ってきた。なぜだアンドレアス。なぜ男爵に合わせた。失望したぞ。帰ってもらえるか。聖堂参事会で修道士たちと個人的に話をしたいのでな。ピーロ修道士、アンドレアスを見送ってくれ。あらあら。あ、トマスさんもか。私もこれで失礼する。良い夜を。やれやれ。ピエロさん。ゲルノット神父と男爵のことは心配しなくても大丈夫。朝になれば落ち着いているはずですからね。たとえ時期は良くなかったとしても、男爵の心意気が大修道院長に伝わればいいのですが。男爵の心意気って、なんだろう。もっと変化を受け入れなさいっていう、そういうことかな。それはどうなんでしょうか。男爵は許してもらいたいなら、謝るべきだと思いますが。別に謝る必要もないかと思うんだけどな。そう思うのももっともだが、決して希望を失ってはいけないだろう。いずれにせよ、男爵が残りの滞在期間、皆のために大修道院長の意向を尊重してくれることを願うばかりですな。変な揉め事とか起きると、めんどくさいしね。ピーロ修道士、マルティン・ルターンは思想についてどうお考えでしょうか。おや、急に話を変えてきたな。はあ。それは私よりも若くて賢い者たちが判断すること。私はただの修道士ですよ。彼に感謝を忘れないね。良い夜を、若者よ。はあ。ピエロさんはあまり関わる気はなさそうですね。寝る？少し眠るべきだなと。一致。晩か18時間。18時間って言い方もちょっとよくわかんないけど。夕食はひどい結果になった。男爵と大修道院長の間で口論が勃発した。明日の朝には解決しているといいのだが。ゲルトナーチの実質に戻り、睡眠を取らなければならない。部屋に帰りましょう。そっか、じゃあ修道院出て、タッシン君ずんずんと歩いて。家に帰らないといけないんだけど、目的地として出てこないのかな。ね。まあいいや。夜も遅くなってきた。帰りましょうか。おや？ゲストハウスにはまだランプが灯っている。ロレンツはまだ起きているに違いない。彼はどうしているのだろうか。なるほど。ロレンツさんはゲストハウスに滞在しているんですね。彼は何を考えていたのだろうか。彼は男爵だが、あれがうまくいくとは思っていなかったはずだ。これはなんだ。天地を知るアンドレア氏の特性が反映されてるのかな。嵐はすぐには止まないようだ。星空を見るには向かない夜だな。そうですね。思いっきり雨降ってますしね。ガートの秋に戻るべきだ。この犬が男爵が乗っていた馬かな。犬じゃないや、馬です。ちょっと見てみるゲストハウス。入れないか。入れないですね。じゃあ、帰りましょう。わー。あれ？なんだ？なんか、アンドレアスの驚き方がちょっと面白い。おやおや。チルさん、マスターマーラー大丈夫ですか？誰だろうっていうか、あなたは見なかったんですか？
あなたはそれを見ましたか？水路で。そう思います。そう思いますっていう選択肢はよくわからないな。大丈夫ってことかな。ちょっと、それよりも、見ました？向こうの方で。幽霊か？幽霊かもしれない。選択肢。多分、幽霊かな？そしてこれは論理的な、分理学のアイコンかな。もっといい説明があるはずだ。幽霊以外にもっといい説明が、具体的に話を聞いてみましょうか。まあ、君が見たものについて、とやかく言うつもりはない。あら、話流されちゃった。この辺りで人は幽霊を見たのは初めてではないはずだ。気になるなぁ。幽霊ではなかったと思います。見たことがありますか？気になるって、気になるんですよ。さて、ヨハンの前より羊がすべて見つかったようだ。私は家に帰るとしよう。スルーされた。そして、テルさんはあれか。昼間に逃げちゃった羊を探してたってことか。気をつけて、マラー様。マラー様？マーラー様？うん。私はそうします。ありがとうございました、ティル。あなたも、おやすみなさい、ティル。うん。わかった。おやすみ、ティル。何だったんだろうね。この聖堂にある聖クリストファーの像は非常に美しい。まあちょっとこの辺はいいか。森に今から行くのは忍びない。聖墳場に、いやー、いいかな。これは何？聖モーリッツの聖堂、像は古いようだ。ちょっと、奥に行ってみようか。嵐なんだけどね。ローマ時代の遺跡、こっちかな。なんか落書きがいっぱいある。子供の絵、作者は誰なのだろうか。あ、いけない。これは崩壊している。このおかげで水道にたどり着くことができたのだろう。なんのこっちゃ。この建物の上でいいかな。さっき、幽霊がいたっていうの。おっとっと。なんて興味深い風車だろう。風が帆を回し、それが砥石に動力を供給する。ワンちゃんだ。ストーブ。わあ。ここにいる犬はみんな賢いな。懐いてる。ガラス窓、随分と富があったんだな。へえ、ガラスはまだ貴重なものだったのかな。郊外の農場。ちょっといいかな。ちょっと帰りましょうか。教会とドラッカー系。もう家に帰ろう。あれ？ああ、嫌だ。なにアマリーさん。ああ、嫌だ。青白い馬がまだ床に。話しかけよう。こんにちは、大丈夫ですか？これは黙っているだね。話しかけましょう。夜半か。青白い馬。なにあ、誰か来た。あ、トマスさんか。シスター、私の声を聞いて。私の声が聞こえるか？私の声が聞こえるかい？あ、出てきた。アマリーさん。はい、神父様、聞こえます。私はここにいますか？これは今ですか？どうしたんだ？トマスさん。そうだ、君は僕らと一緒にいるんだ。そして、これが今だ。申し訳ないアンドレアス。その歌詞驚いただろう。それは驚きましょうね。彼女は大丈夫なんですか？
ああ、大丈夫だ。シスターアマリーは神の使いだ。神が与えた幻影を見ることができる。ええ。中にはもっと恐ろしいものもある。彼女はそこで何をしているのですか？教会に住んでいるのですか？彼女はどのくらいここにいるんですか？ちょっとこっちを聞いてみようか。彼女はそこに住んでいる。今まで気づかなかったことに少し驚いたよ。こんな狭いところに住んでるの？もっと頻繁に店に来れば、私が彼女の独房の窓から生体配慮をしているのを見るだろう。なるほど。独房。彼女は教会の隣にある独房に閉じこもるほど神に献身している宗教的な忍者、女性忍者なのだ。はあ。彼女はこの世に存在しないが、祈りと宗教的な自作の生活を続けている。彼女はこの世に存在しないがって、独房に閉じこもっていないことになってるってこと？そして時々ごく稀に偉大で恐ろしい幻影を受け取るのだ。彼女はタッシングの出身ですか？それとオチラサヨの修道女だったんですか？どちらでもない。彼女はニーダーバイエルンのベネディクト修道院が消失した後ここに来たんだ。私は彼女の国会者であり、世話人だ。女性忍者の多くは読み書きができない。私は彼女の幻影を書き留め、解釈の手助けをしている。ティアサウの修道士や修道女はみんな字が読めると思っていた。哀れなボルグベルト修道士でさえも。トマス神父、ありがとうございます。今はもう休むことにします。もちろんだ、シスター。彼女は、こうに見えます。これ何の知識だろう。彼女はとても苦しんでいるようです。そうとも、彼女は肉体的にも精神的にも痛みを感じている。肉体的にも？彼女の霊的な痛みは、彼女の啓示によるものだ。折を見て訪れる。私はできる限りそれらに対処しようとしている。肉体的な痛みは、脊椎の変形と関節痛だ。なるほど。全能の神への祈りを除いて、私はその治療法を知らぬ。シスターアマリーは死の形状を見たと言っていました。誰かが危険にさらされるのでしょうか？いや、判断を急ぐでない。彼女の天使は、神聖で強力だが、多くの意味を用いる。彼女の啓示のいくつかは理解に何年も要する。神が望みたもうたゆえに、全く理解できないものもある。それにしても、夕食での言い争いはなかなか困ったものだ。おそらく、それが私たちの心に鍵を落としているのだろう。さて、良きシスターは眠りについたようだ。私も眠りにつくとしよう。おやすみなさい、アンドレア氏。おやすみなさい、神父様。いやー、驚いたね。製粉所。ドラッカーの家。入れない。町中心部。共有地。あれ、どこで帰ればいいんだっけ？ギルトナーの農場。ギルトナーの家。これか。ただいまー。寝てるのか。いや、長い一日だった。みんなもう寝てますね。やれやれ、やっと帰ってきたよ。とりあえず、寝ましょう。遅くなってきたな。少し休もう。寝る。ちゃんと着替えるんだ。じゃあちょっと寝る前のストレッチをしたところで、
寝ましょうかね。はい。おやすみなさーい。おはようございます。仕事に戻る時間だ。よし。では一旦今日はここまでにしますね。キリがいいですね。はい。ありがとうございました。See you later!